ここはとある国の火山のふもと。今回は諸事情により人里離れた秘密の研究所を使う。ルール無用 JCJC タイムアタック。思いつくけどやらない開拓ランキング第1位。ロケット。小型のロケットをマシンに搭載して最速を目指す試み。なんかすごい記録が出そうだけど、ロケット、つまり火薬を使うには危険が伴う。そこで今回は法令遵守はもちろん、安全対策を徹底しながら挑戦してみる。まずはロケットの選定。小型のロケットといえばロケット花火。法令上は、玩具煙火という扱いで、製造や貯蔵の規制は厳しいけど、消費に関しての規制は緩いので、今回の作戦にぴったりだ。と思ったのだけどちょっと問題が。通常のロケット花火は姿勢制御用の長い棒がついていて、マシンに搭載するのが難しい。外してしまいたいけど花火に手を加えるのは NG。というわけで探してきたのがこちら。Z ミサイルゴールド。どのあたりがゴールドなのかはわからないけど、普通のロケット花火と違って全長が短い。重量は約 6g。ドローン用のモーターと同じくらい。これをミニ四駆に搭載する作戦で行ってみよう。というわけで改造を開始する。使うのはこちらのシャーシ。昔ミニ四駆をラジコン化しようとした時の残骸。学校の工具を勝手に使って作ろうとした。一旦すべての装備を外して、ロケット花火用のパーツを装備。バッテリーとモーターはもちろん駆動も不要。そしてタイヤの摩擦はロスになるので、ホイールのみで走る。ローラーはすべて低摩擦タイプにしてみた。これにロケット花火を搭載すれば、ロケット花火搭載ミニ四駆、完成だ。マルチテープマジマルチ。ロケット花火の角度はこんな感じ。下向きの角度がついているので、路面に吸い付くように走る。重量は 43.58g。アルミローラーがたくさんついているからか、意外と重くなってしまった。さて、マシンはできたけど問題は走らせる場所。もちろん和室は言語道断。そもそも自治体の火災予防条例に、このような趣旨の記載があるので、秘密の研究所にスパッタシートで覆ったエリアを作り、こんなこともあろうかと保管していた JCJC を設置。なぜかカーブセクションが全て赤なのと、ブリッジサポートが紛失している。和室から拝借しようにも遠くて時間がかかってしまうので、このままテストを行う。念のため消火器もスタンバイ。大迫力で楽しみたい方は音量を上げてお楽しみください。シェイクダウン行ってみよう。先行で導火線に点火。すぐに退避。あれ？結構時間がかかすごい迫力だ。煙が黙々なので排煙ファンを稼働。スローで確認。導火線から固体燃料に着火。うわ、スマホに火花が。スローだとエバー初号機の雄たけびのようにも聞こえるな。派手に火花を吹きながら加速し、中央レーンに突入。しかしここで破裂音とともに燃焼終了。その後も惰性で走り続けたけど、最後は LC を登りきれずに後退。走行後のマシンを見ると、ロケット花火は熱で変形してしまっている。そして貼っておいてよかったアルミテープ。とりあえず一旦退却。さて、どうやら見た目と音の割に出力は小さい模様。この感じどこかで、スーパーキャパシタと似ているのでつまり、軽量で走行抵抗が少ない専用マシンを作れば解決するはず。というわけで開発を開始する。ベースはもちろん以前開発した刹那。駆動を削除し、代わりにロケット花火を追加。シャーシ形状を変更し、低摩擦樹脂付きベアリングを3つ搭載すれば、3D データ完成。なんか新エヴァに出てきそう。3D プリンターで召喚。アッセンブル。これにロケット花火を搭載すれば、刹那ミサイル、完成だ。刹那からかなり形状が変わっているけど、動力はまさしく刹那なので名前を継承しておこう。マシン重量は 19.55g。
バッテリーや駆動系がないのでとても軽く仕上がった。これで再チャレンジだ。次の日。出動。忘れ物。これを拝借して。再出動。支柱がついたのでこれで正式な JCJC になったぞ。刹那ミサイルのシェイクダウン行ってみよう。導火線に点火。すぐ退避。今回は加速区間を取るためにスタート位置を変えてみた。ゴー。走り切ったぞ。タイムは 2.40 秒。スローで見るとこんな感じ。スタート直後が下り坂なのと、マシンが軽くなった効果で加速力がアップしている。先ほどは中央レーンのウェーブ前で燃焼終了してしまったけど、今回は内側レーンのウェーブまで燃焼が持続している。そして LC は全く飛び出す気配がない。ので、黄色いローラーのゴムリングを外してみた。これでさらに走行抵抗が少なくなる。点火。すぐ退避。ゴー。タイムは 2.66 秒。あれ？遅くなってしまった。しかも爆発の衝撃でシャーシにひびが、まるで漫画やアニメのようだ。それと燃焼終了後の惰性走行の距離が、極端に短くなってしまったのはなぜだろう。と思って裏側を見てみると、ベアリングが汚れて回転が渋くなってしまったみたい。原因はこれ、コース上にすすが散乱している。これがベアリングの隙間に入ってしまったっぽいので、綺麗に掃除してみた。ちょっと拭いただけでシートは真っ黒。これでリトライしたいところだけど、そもそもシャーシが割れてしまっているので、一時撤退。3D プリンターで再出力。渋くなってしまった底面のベアリングもリニューアル。ついでにローラーセッティングも見直そう。よく考えたらこのセッティングは、半年近く前のニコニコ超会議から変更していない。今回のマシンに合った装備に変えるべく、刹那用セッティングチップセットから適当に選んで、乾燥、ローラーをすべてテーマ札にしつつ、角度を浅くしてさらに抵抗を減らした。重量は 18.77g。シャーシの出力微調整と底面ベアリングの軽量化により、今までで一番軽いマシンになった。出動。これでロケットの出力を最大限に活かせるはず。点火。すぐ退避。ゴー。このタイムアタックは LC で飛び出してからが本番。しかしローラーをゴムリングにすると元に戻ってしまう。ここは刹那ミサイルの拡張モードを使用しよう。こんなこともあろうかと、シャーシの各所に穴をモデリングしておいたのだ。カーボンロッドを立てて、アルミテープを装着。これにより LC でマシンが浮いた際に、フロントウイングのダウンフォースで頭を下げて、前傾姿勢になるとリアウイングがダウンフォースを発生し、マシン全体が下がるという算段。重量が軽いので空力が効果的に機能するはず。これで爆速乾燥間違いなし。点火。すぐ退避。ゴー。タイムは 2.68 秒。あれ？あまり速くない。スローで見ると当然 LC は余裕。ロケット花火の個体差という可能性もあるので、同じセッティングでもう一回行ってみよう。ゴー。タイムは 2.98 秒。ロケット花火の個体差もあるけど、追加ウイングの影響が大きそう。マシンが軽いと相対的に空力が効きやすい。ということは空気抵抗も相対的に大きいということか。そもそも LC で飛び出てしまった際の映像を見ると、計測地点を変えてもタイムは 2.06 秒なので、このロケット花火で2秒切りは難しそう。今回はロケット花火を搭載したマシンを開発。2秒台前半の記録は出たけど、かなり軽量なマシンでないとまともに走らない上に、空気抵抗が増えると途端に遅くなってしまう。何回も微調整を繰り返せばもう少し速くなるかもしれないけど、毎回コースを掃除するのが苦行すぎるという弱点も。というかそもそもロケット花火は音や光を楽しむもので、推進力を得るためのものではない。という当たり前のことを確認できた開拓だった。
補足。推進用のロケットはないの？と言われれば、実はこんなものがある。これはモデルロケットという、教育用などに用いられる小型ロケット用のエンジンで、火薬量が 20g 以下のものはライセンスや許可なしで使用できる。しかし法令を遵守しつつルール無用 JCJC に使用する方法があるのか、今の私には判断できないので保留。おまけ。スロー動画を逆再生すると、なんかかっこいい。